今日は東京都港区の高輪ゲートウェイ駅にやってきたのだ。 JR 山手線と京浜東北線が通る駅で品川駅の隣にあるのだ。山手線では49年ぶりの新駅として2020年に開業した30番目の駅です。駅の中なのに開放感がすごいのだ。ガラス張りで明るくて駅って感じがしないのだ。設計は隈研吾さんで、大屋根は折り紙、幕は障子をイメージしているそうですよ。それに芝生広場みたいなのがあるのだ。こちら駅パーク、2025年3月にオープンした改札内の休憩スペースです。人工芝のベンチで座っている人も寝そべっている人もいるね。駅の中で寝そべれるのって新鮮なのだ。そして奥にはピアノも、誰でも自由に弾けるストリートピアノなんです。未来都市の駅に芝生とピアノ、忙しい現代人が求める癒しスポットみたいになってるのだ。そして駅の西側には巨大な再開発エリア、高輪ゲートウェイシティが広がっています。2026年3月にグランドオープンしたばかりで、最先端の街として注目を集めているんです。ピカピカの未来都市って感じなのだ。ただこの街、新しいだけじゃないみたいですよ。それは歩きながら確かめていくのだ。タッチトゥーゴーって書いてあるお店があるのだ。こちらは無人 AI 決済のお店です。商品を手に取ってスイカをかざすだけで決済完了。2020年にここで誕生した第1号店なんです。試しに買ってみたら商品を置いたわけでもないのにレジに表示されててびっくりするのだ。ユニクロのセルフレジ以上のシームレスさを感じたのだ。このシステムは現在全国の駅売店などにも広がっているみたいですね。それじゃあ改札を抜けて街の散策に出発なのだ。時刻は午後1時半、散策スタートです。改札を出たらもうおしゃれな街並みが広がってるのだ。こちらゲートウェイパーク、高輪ゲートウェイシティの駅前広場ですね。両側にそびえるツインタワーが街のシンボル、ザ・リンクピラー1です。建物をつなぐ曲線の屋根がかっこいいのだ。2025年から段階的にオープンして2026年3月に街全体が完成したばかりなんです。ビル街なのに桜や植栽がたっぷりで歩いてて気持ちがいい場所になっています。人もぎゅうぎゅうじゃなくてのんびり歩けるのが嬉しいのだ。噂のモビリティが走ってるのだ。自動走行モビリティ、街を周遊できるサービスですね。乗り降りは自由で料金もかかりません。乗ってみたかったけど人気で誰かしらが乗ってて無理だったのだ。モビリティは目立つみたいで、チラチラっと皆さん視線がいってましたね。一人で乗るには少しハードルがあったかな。ショッピングモールニューマン高輪、せっかくなのでちょっと中も覗いてみるのだ。空間がゆったりしてて、お店もみんなおしゃれ。高そうなブランドショップがたっぷりスペース取って点在してる感じなのだ。洗練された大人の空間という雰囲気だね。都会のファッションでパキッと決めてこないと気遅れしちゃうかも。空間のおしゃれ度が高いのだ。イオンとかララポートみたいな気軽さがある場所の方が僕はのんびりできて好きなのだ。こちらは高輪リンクライン、ゲートウェイパークから北に伸びる長さ約300メートルの遊歩道です。壁には日本の鉄道史を伝えるパネルがずらっと並んでるのだ。実はこの場所、およそ150年前に日本で初めて鉄道が海の上を走った、まさにその跡地なんです。再開発の工事中にここから線路の跡が出てきたそうなのだ。2019年に発掘された高輪築堤という遺構です。明治5年、新橋から横浜間に開業した日本初の鉄道。そのうちの一部は海上に築いた石垣の上を走っていたんです。最先端の街の足元に150年前の鉄道遺産があるなんて、未来都市の中でふと過去とつながる感じが面白いのだ。ゲートウェイパークから歩いて次の目的地に向かうのだ。駅前の大きな通りを渡って5分ほど歩いたところにあるのだ。ゲートウェイパークから出ると都内のどこにでもある街並みになるんだね。未来から現代に戻ってきたのだ。今向かっているのは泉岳寺です。忠臣蔵で有名な赤穂義士の墓地があることで知られています。泉岳寺の門が見えてきたのだ。
ちょっとショベルカーが邪魔だけど、こちらが中門泉岳寺の入り口ですね。お寺の創建は江戸時代初期、徳川家康によって開基されました。寛永18年に焼失してしまいましたが、後に徳川家光の命で今の場所に再建されました。中門から次の山門までの参道にはお土産屋さんが3店舗ほどあったのだ。忠臣蔵グッズが並んでたのだ。そしてこちらが山門。天保年間江戸時代後期に建立された2階建ての立派な門です。境内は限られた敷地に見どころがぎゅっと詰まっていて見応えがある場所だったのだ。赤穂義士墓地のほか、義士たちの遺品を展示する赤穂義士記念館、大石蔵之介の銅像、討ち入り後に吉良上野介の首を洗ったと伝わる首洗い井戸などがあります。赤穂義士墓地に入るには入り口でお線香代を納めてお参りするシステムなのだ。束になった線香を渡されてお墓に 1,2 本ずつ置いていくのだ。赤穂義士は四十七士、討ち入り前に自害した茅野三平の供養塔を合わせて48基のお墓があるんです。ただ手を合わせるだけよりも一人一人に線香を備える時間があって印象に残る参拝になったのだ。それに印象的だったのが日本人より外国人観光客の方が多かったのだ。忠臣蔵は海外でもファンが多いみたいですね。コンパクトながら思った以上に楽しめるお寺でした。泉岳寺を後にして次の目的地に向かうのだ。ここから第一京浜沿いに次の目的地高輪大木戸跡があります。ただ工事がずっと続いてるので見れるのか心配になってきたのだ。この辺もまだ再開発が続いてるのかな。到着なのだ。工事フェンスに覆われてなくてよかったのだ。高輪大木戸跡、江戸時代に築かれた関所のような場所の遺構です。今残ってるのはこの石垣だけなのだ。1710年に東海道で江戸に出入りする人や物を管理するためここに大木戸が設けられました。朝になると門が開き、夜になると閉まる。ここを境に北は江戸、南は江戸の外というわけです。江戸の南の玄関口だったのだ。実は高輪ゲートウェイという駅名はこの大木戸が由来なんです。 JR 東日本は江戸の玄関口イコールゲートウェイだったこの地の歴史を駅名に込めたと発表しています。最先端の駅と江戸の関所跡がちゃんと意味でつながってるなんて熱いのだ。それに伊能忠敬の日本地図作りの全国測量の起点もここだったって話なのだ。歴史の節目になってる場所なんですよね。昭和3年には国の史跡にも指定されています。ただ周辺が工事中で風情を感じるのは少し難しかったのが残念なのだ。整備が終わった後にまた訪れたいね。駅方面へ戻って一本裏の道に行くのだ。次に向かうのは駅直結の施設門高輪。2026年3月のグランドオープンと同時に開館した新しい文化施設ですね。外壁に緑が螺旋状にぐるりと巻きついてて個性が炸裂した見た目なのだ。駅同様外装デザインは隈研吾さん。地上6階地下3階で建物全体が螺旋状の構造になっています。ところで門ってどういう意味なのだ。実は門と門2つの意味を重ねた名前なんです。1つ目の門は新しい世界への入り口という意味。そこにさっき訪れた高輪大木戸、この地が江戸時代からゲートだった歴史も重ね合わせているんです。そして2つ目の門は訪れた人に新しい問いを投げかける、そんな思いが込められているそうです。歩き疲れたので1階のカフェで休憩するのだ。こちらはモンパークカフェバイスパイラルスさんです。アイスカフェラテをいただきました。すっきりした甘さで飲みやすいのだ。散策で熱くなった体にひんやりしみるのだ。休憩した後は開館記念展ぐるぐる展を見学しました。2026年9月までの開催で一般チケットは2500円です。展示物がぐるぐる回ってたりぐるぐるがモチーフだったりアートと知識双方からなるほどと思わせてくれる展示だったのだ。イヤホンを使ったガイドもあってお値段以上に楽しめました。最後に屋上まで上がってみたのだ。街を一望できる開放的な空間なのだ。屋上には月見テラス、花見テラス、足湯テラスと3つのテラスがあるんです。
ぐるぐる展以外にも無料で見れる展示物は多かったし、畳スペースがあったりとか、施設全体で遊び心にあふれてると思ったのだ。このミュージアムだけでもわざわざ遊びに来た価値はあったよね。お次は駅から徒歩5分ほどの場所にある神社へ向かうのだ。向かうのは高輪神社。高輪一帯の総鎮守として地元の人々に親しまれている神社です。ビルとビルの間にこじんまりと佇んでるのだ。都会の真ん中でふと現れる静かな空間なのだ。創建は明応年間、室町時代の中期、およそ500年以上前からここに祀られている由緒ある神社なんです。今いる場所がそんなに前から見守られてきた土地だったなんて驚きなのだ。本殿の隣には太子宮が鎮座しています。あの聖徳太子をお祭りしているんです。聖徳太子はものづくりに関わる職人さんたちから熱い信仰を集めているのだ。あの高輪ゲートウェイの巨大ビルを建てている職人さんたちもここでお参りしてるのかもしれませんね。お次は坂を登ったところにある大きなお寺へ向かうのだ。向かうのは高野山東京別院。和歌山県にある高野山真言宗の総本山金剛峯寺の別院です。都内のど真ん中なのを忘れるぐらい静かで開放的なのだ。桜は綺麗だし、左にはお地蔵さんがずらっと並んでるし、右の上りと合わせて厳かな空間を作ってくれてるのだ。ちなみに左側のお地蔵さんは四国88カ所お砂踏み場なんです。四国88カ所霊場の各お寺から運ばれたお砂が足元の石の下に収められているんです。ここを歩くだけで四国88カ所を巡ったのと同じご利益があるとされているんですね。本場まで行けない人にとってはありがたい場所なのだ。そして正面にあるのが本堂。ご本尊は弘法大師空海様なのだ。実はこちら東京版お遍路御府内88カ所の一番札所なんです。東京でお遍路を始めるならここがスタート地点になるんですね。お砂踏み場と合わせてお遍路にゆかりの深いお寺だったのだ。高輪ゲートウェイ駅周辺は最先端の未来都市と江戸・明治の歴史が徒歩圏内にギュッと詰まった面白いエリアだったのだ。未来都市に中心蔵の聖地江戸の玄関口に弘法大師様まで出てきたね。これだけ多彩な時代を1日で巡れるのは東京の中でもなかなか珍しいルートじゃないかな。時代を盾に旅したような感覚になったのだ。それに高輪ゲートウェイシティ内で発見された高輪築堤の遺構は2027年度に現地公開される予定になってます。日本初の鉄道が海の上を走った後が150年の時を超えてよみがえるのだ。そうなったらもう一度歩きに来たいのだ。日本の都市がこれからどう進化していくのか、その姿を垣間見れる街だったね。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。